皆さんお元気でしょうか？スージーと申します。今回は待ちに待ったルプ7章開幕というわけで、ループ7回目の悪役令嬢は、元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫する原作小説の7章1節がついに開幕しましたんで、こちらの感想をね、話していこうと思います。待ちに待ちました。今回は7章のプロローグ的な位置づけなんですけど、もうプロローグから最高すぎましたね。もう期待が爆上げですね。そして個人的にもうずっと待ってた、あのお方がついに登場ということで、予想を裏切らない。いや、予想をはるかに上回る最高のプロローグでした。そしてさらにはルプ7の最重要人物であるあのお方も登場の予感と、ルプ7の7章は冒頭からアクセル全開ですね。で、僕自身ルプ7はアニメからドハマりした人なんで、めっちゃにわかです。で、途中なんか理解不足なところもあるかもしれませんが、よかったらコメント等でいろいろと教えていただけるととても嬉しいです。そしてこの動画はアニメのみ視聴されている方や単行本で読んでいる方には重大なネタバレを含む可能性があります。ルプ7はすべてナロー小説で全話無料で読めますんで、ぜひ原作を読んでほしいと思います。個人的にも今まで読んだ小説の中で一番面白いと思ってる作品なんで、ぜひ。というわけで前置きが長くなりましたが、早速行ってみましょう。さて、ついに来ました。ルプ7章の開幕。最高のプロローグでした。開幕からオールスターですね。リアナ、テオドール、タリー、カイル、ミシェル、シュナイダー、ミディア、レオ、ジョーナル、ハリエット、カーティス、ラウル、シルビア、グートハイル、ディートリヒ、そしてヨエル。ルプ71章から6章までの主要人物の名前が全員登場ですね。そしてリーシェの脳裏に浮かぶかつての親友、そしてラスボスの皇帝兵かも。7章これもう最終回ですかって思っちゃうぐらいの最高の導入でした。期待するなって方が無理ですね。今までリーシェが積み重ねてきた6回の人生での経験や出会った人々、その全てがこの7回目の人生で大きな形となって現れているのが、もう個人的にもうめちゃくちゃグッときますよね。いくつもの線が一つになってここに繋がってるみたいなのがもうめちゃくちゃいいです。そしてリーシェがやってきたのはとある一室、中にいたのはアルノルト殿下。そのアルノルト殿下は漆黒軍服姿、間もなく行われる婚姻の儀への装いをしつらえているところでした。これはもう書籍版でのハチピスワン先生のイラストが楽しみすぎますね。毎度ながら雨川先生のこの衣装へのこだわりもうすごいですよね。表現力がほんとすごい。前回の6章最後のリーシェのウェディングドレス、あの衣装の表現力、美しさほんとすごかったんですけど、この殿下の軍服姿もまあ美しいですよね。めちゃくちゃかっこいい。読者が容易に想像できるような文章力、これはほんと素晴らしいですね。そんなこの世の美の象徴であるかのようなアルノルト殿下、そんな殿下の美しさを最上級の言葉で嘘偽りなく褒めたたえるリーシェ、かわいいからのリーシェの頭を撫でる殿下からのお前以外の誰の夫になるはずもないだろうという殿下の言葉からの耳飾り、淡いエメラルドの耳飾り、つけるのを試すまでもなく似合うと言い切る耳飾り、最高ですね。エメラルドの耳飾り、リーシェの瞳と同じ色の耳飾りですね。アニメ版でもあったようにリーシェが選んだ指輪の色はアルノルト殿下の瞳の色でした。まさにその一種返しみたいな殿下のチョイスが最高すぎますね。相思相愛すぎますよね。で、何がいいって、リーシェがそれに気づいてないっぽいってのがめちゃくちゃ好きですめっちゃいいです。このリーシェのたまに色恋沙汰に超鈍感なところがめちゃくちゃ好きです。あの完全無欠のラスボスアルノルトをなんか翻弄してる感があってね、大好きな展開ですね。さあ、そしてそんな殿下の口から出たのは父ミカドとの謁見の話ですね。ルプ7最重要秘匿事項の一つ、ルプ7最強にして最強の人物、ルプ7章ではついに皇帝陛下との謁見が実現しそうな予感がしますね。さあ、そして場面が変わりまして、ガルクハインコートを歩く一人の男。この男性、作中で名前は出たことはありますが、その人となりや振る舞い、話し方、そして王としての能力、ほとんど秘匿されていました。ただ一点わかることは、リーシェの全ての始まり、商人の人生の時、リーシェを思っていた人物だということ。そんな彼の初めての登場、その相貌、振る舞い、話し方、そして女性への接し方、どれをとっても想像をはるかに上回る美しさで、僕の中のもう上がりに上がったハードルを軽く飛び越えてくれました。ガルクハイに並ぶ国力を持つ国、ハリルラ社の王、ザハード、満を持して登場。最高ですね。好きですねというわけで、ルプ7最大のイベントの一つ、婚儀の儀まであと数日と迫った超重要なショーの開幕です。さあ、本編の開始です。いきなり謎の女性が登場します。コートを見下ろせる場所にいるってことは、やっぱりそれ相応の位の高いお方なのかなと思ったりするんで、この女性とリーシェが対面する日も近いんでしょうか。期待と不安が入り混じります。場面は変わって庭園でリーシェとテオドールがお茶会をしています。リーシェによいしょされて照れるテオテオがね可愛いですね。ここのやりとりで
て原作1巻のディアナやエルゼの名前がね、出てきて、妻紅の話をしてるのもちゃんと1巻から繋がってて、ストーリーのうまさも感じさせてくれますよね。あと、リーシェと皇帝陛下が会うことをして心配してくれるテオドールが、初対面の時から2人の関係がすごく変わったなっていうのを感じれて、テオいいなって思いますね。なんだかんだでリーシェのことを心配してくれるおテオがね、とってもいい子ですね。そしてアニメを見た瞬間、ピャッとね、背筋を伸ばすテオドールがいいですね。相変わらずお兄ちゃんが大好きですね。原作267は妙な気配に満ちています。黒色軍服姿のアルノルト殿下。そんな殿下とは別に、リーシェは妙な気配を感じ取ります。その妙な気配の正体は、砂漠の国、ハリルラ社の軍隊でした。突如現れたハリルラ社の軍隊。そんな彼らは、ガルクハインの工場で戦の陣形を取ります。一瞬ハッとするリーシェですが、ことも投げなアルノルト殿下。それもそのはず、これから行われるのは、ガルクハインとハリルラ社の軍事訓練だったようです。そしてここから、リーシェとザハドの回想シーンが始まるんですけど、僕は正直7章1節で、ここが一番好きかもしんないです。リーシェの1回目の人生、証人リーシェがザハドに夢を語る回想シーンなんですけど、リーシェの夢を黙って聞いているザハド。アニメにもシーンがありました。リーシェが世界中にある全ての国に行ってみたいと夢を語るところ、そんなリーシェの夢を黙って聞いていたザハドが笑みを浮かべたまま言うセリフ、ならば俺はお前から見たこの国を世界中のどこよりも価値のある国にしよう。この言葉の意味よ。この言葉ちょっとすごすぎませんか？もう苦労しいほど好きなんですけど、リーシェをこの国に留めておくためのザハドの言葉ですよ。これはもうちょっと名言すぎてね、なんだろうね、説明できないんだけど、好きすぎてね、涙出るくらいね、ちょっとね、好きなんですよね、このセリフが。商人として世界中を見て回りたいリーシェと、そんなリーシェを自分の元にずっと留めておきたいから、世界中どこに行かずとも、全てがこの国にあると。もう何にでも興味を持つリーシェが、ずっとリーシェの心を引きつける国であるようにと。リーシェからしたら、おそらく冗談なんですけど、もうザハドは本気の本気ですからね。もう世界で一番宝石が好きだと言っても過言ではないこのザハド。そんなザハドがリーシェに送る世界で最も大きな宝石がそれだと。で、ここの字の文もね、めちゃくちゃ美しいんですよね。なんで、本当に原作読んで、もう僕の感想なんかよりもマジでここは本編読んでもう全てが最高なんですけど、でもリーシェは気づいてないんですよねちょっとリーシェさん気づいてあげて。でも気づくとルプナラの意図がまた変わっちゃうからそれもそれで困るか。この回想の最後で王たるザードがリーシェに呼び捨てにされて嬉しそうに笑うところもね、めちゃくちゃ可愛いですよね。ザードはおそらく現状ではしっかりとイラストでその姿をね見せてはいないと思うんで、もうザードの風貌どんな加工をしてるのかはね、もうめちゃくちゃ見たいですね。ちょっとアニメ3期4期ぐらいまでやってもらって早く7章にザードを見たいですね。で、この根性ではまだリーシェとの接点がないんで、この記憶も過去の記憶なんですよね。それがちょっと寂しいところではありますが、さあ一旦回想終了です。時は現在へ。現状ザハドはリーシェと接点が全くないんで、アルノルトのお妃様、その彼女のシルエットのみを目で捉えただけという、そんなことよりもザハドは遠恋に夢中ですね。遠恋を楽しむザハドは正しく好戦的です。王の貫禄ですね。ルプナラ268は相反する宿敵。ついにガルクハイン VS ハリルラ社の火蓋が切って落とされました。まあ訓練ですけど、この遠恋が子供の頃から幾度となく行われた規定であるそうで、二人の関係性が垣間見れますね。きっとザハドしか知らないアルノルトの顔もね、あるんでしょうね。そんなザハドを強襲するガルクハイン兵、その兵をたやすくなぎ倒すザハド。さすが噂にたがわぬ強キャラですね。この後のザハドに切りかかったガルクハイン兵とザハドのやりとり、ここでザハドの人となりの一端が垣間見えるのがとてもいいなと思いました。そして遊びだというザハドの口から出た言葉、アンスバルト・ベルフハイン陛下。そう、皇帝陛下の名前がついに登場しました。名前が出るだけでちょっとドキッとしちゃいますね攻めるハリルラ社、守るガルクハイン。縄文での攻防はハリルラ社が制しそうな予感。さらに勢いをつけるべく縄文をくぐろうとしたザハドの前に一人の女性が現れます。ザハドの目の前に何かがふわりと踏み込んできます。ザハドの前にふわりと踏み込む何か。護衛も王宮兵も全く反応できなかった。その何か。反応できなかったのは敵だと認識できなかったから。その何かはザハドの心臓を狙って偽の剣を振るってきました。ザハドに切りかかるサンゴ色の髪の女。ザハドを狙うその何かこそがリーシェ・イルブガルト・ベルトナーだ。華やかな水色のドレスでザハドに切りかかるリーシェ、かっこよすぎませんか？ってなんで切りかかってんのそう、リーシェの僧帽、その僧帽を見て誰が敵だと認識できようか。護衛や王宮兵がリーシェを認識できなかったのも頷けますね。そんなリーシェの一撃をザハドはたやすく受け止めます。やはり圧倒的な筋力差がありました。
269話、宝石の主。僕はこの冒頭の字の文がめちゃくちゃ好きなんですけど、引用させてもらうと、ザハドの心臓を狙ってきた女は、女神のような美しい顔立ちをしていた。これ、ザハドが思ったことだよね。ザハド目線だよね。ザハドが女神って思ってるってことだよね。めっちゃいいじゃん。最強じゃん。この字の文が苦しいほど好きです。そんなザハド、ここでリーシェがニコッと愛嬌のある笑みを浮かべるのもめっちゃ好きです。そして始まるリーシェ VS ザハド。ちょっとまさかすぎる展開。6巻でヨエルと戦った時のリーシェもヨエルの想像を超えるような剣術、戦い方をしていたわけですが、それもザハドは同じことを思ったようで、見たことがない剣術にとても驚きます。これはおそらくアルノルト仕込みの剣技と今までリーシェが人生で学んできた剣技の数々ですね。リーシェ様はガチでやる気満々です。そしてこの後の字の文もめっちゃ好き。鮮やかに剣を振るう女の様子は高級で見る前よりも美しかった。この時まだリーシェとザハドは初対面です。その初対面のリーシェに対してザハドはこういうことを感じているんだなと思うと、もう良すぎませんか？もう出会った瞬間惹かれてんじゃんみたいな。そして戦闘を繰り広げる二人なんですけど、ザハドはこの女が一体誰なのか、うすうす想像はついてるけども、まだ気づかぬふりを続けていて、戦闘中ではあるものの、しっかりと冷静さは残っていたザハド。そして淑女相手だから多少手加減をしてパパッと終わらせようと、そんなザハドの目に入ってきたのは、女の手の薬指に見えた輝く宝石。その色がアルノルトの瞳の色だと認識した瞬間、ザハドの心にちぎっと闘争心が、そこからザハドの立ち筋が一気に変わる。リーシェの木剣を叩き落とし、膝をついたリーシェの首筋に偽の剣を一気に振り下ろす。リーシェ逃げてと思ったところで、ザハドは寸出のところで剣を止めました。ここのスピード感がすごすぎて一気に読んでしまいますね。決着はついただろうというところで、ザハドがリーシェの名を呼ぶんですけども、まだこの状況でリーシェの闘志に火が灯っているってのが、リーシェの6度目の人生、騎士リーシェを思い出させます。リーシェの闘志を断ち切るために、リーシェの首筋にゆっくり剣を当てるザハド。剣を持つ者、女性への優しさ、王としての慈悲がちょっと見えたりするのかなと思いました。さあ、そしてついにリーシェとザハドは対面で挨拶を交わします。その時のリーシェの表情ですね。初対面であるリーシェのザハドへの挨拶。そこにわずかな懐かしさと寂しさをザハドは感じたわけですね。そしてリーシェはハリルラ社式の礼を美しくザハドへ行います。そんなリーシェを見たザハドが無意識のうちに他意はなくともリーシェに手を伸ばそうとした瞬間ですね。ザハドの背後から放たれる殺気、アルノルト殿下の登場です。修羅場です。いや、違うか。ザハドの首筋にはアルノルトの木剣が。結果、この軍事訓練はダルクハインに軍配が上がりました。このリーシェとザハドの初対面の攻防からの初対面の挨拶。もうさ、すでにちょっとザハドがリーシェに持ってかれてるんじゃないのって思うぐらい。この出会いめちゃくちゃ好きですね。そんな二人を見ていたアルノルト殿下。いやー、これはアルノルト殿下は一体何を思ってるんでしょうね。私気になります。続いて270話、かつて親友と呼んだ人、自分は再びリーシェの1回目の人生、証人リーシェの回想シーンへ。タリー会長と初めてハリルラ社に訪れた時のシーンですね。好奇心でワクワクリーシェが可愛いですね。あとラクダを撫でるリーシェも可愛い。きっとラクダもリーシェに懐いていたんでしょうね。族も多い砂漠の中で商人たちの護衛をするために登場したのが、まさかのザハドを、王が直々に商人たちを守る護衛としてこうやって出向いてくれるってところが、ここもザハドの人となりがちょっと好きすぎますね、僕は。ここのザハドの登場シーンもね、めちゃくちゃかっこいいんで、ぜひ本編をね、読んでほしいんですけど、やっぱりこういう一つ一つの表現、美しい文章運びが、飴川先生、本当にすごいなって、読んでてウキウキしてくるような文章だなっていつも思ってます。そんなザハドが商人たちの目の前で名乗りを上げるんですけども、リーシェと視線があったザハドがわざわざ馬を降りて、リーシェの元にやってきて、超高級なシンクの織物をリーシェの肩に羽織らせてくれるんですよね。女性への優しさ、気遣い、最高ですね。で、ザハドのこの商人たちへの気遣いだったりとか、リーシェ、女性への優しさもそうなんですけど、やっぱりここはリーシェの対応力だったり、受け答えだったり、そこもね、目を見張るものがあるなーって、しっかりとハリルラ社式の礼をね、学んでいたりとか、そもそもが一流の公爵令嬢なんで、ここら辺の敬意だったり、礼節だったり、そこが素晴らしいのも、リーシェがみんなの目を引く要因だったり、一目置かれる存在であるような、それも今までのストーリーでずっとね、描かれてきてるんですけ
ど、ここでも改めて感じることがあるなって思いました。271は砂漠の宝石、回想シーンが続くわけなんですけども、リーシェが感じ取ったように、ザードはやっぱり王として商人への気遣いだったり、女性への優しさだったり、器の大きさもあるんですけど、一方でしっかりとちゃんと苛烈で好戦的な、そんな人間性も感じられるセリフがいくつか出てきます。時に厳しく、時に残忍で、しかしながら圧倒的な武力を商人たちに見せつけることで、ハリドラ社の噂が全ての国に伝わるように、そんな知略も合わせ持つ、まさに王たる者の振る舞い方、引用するんですけど、しかしながら、リーシェに笑いかけたザードの表情は、まるで無邪気な少年のようだ。というこの王として、人としてのこの二面性みたいな、そういうところもね、ものすごく人があって、好きですね、僕は。そろそろ皆さん感づいてると思うんですけど、僕、ザード、ルプナラの中でちょっと相当好きですね。ちょっとザードビーキが過ぎるかもしれませんね。で、この後ですね、ハリドラ社での商人リーシェの立ち振る舞い、商人リーシェがザードに一目置かれる存在になるきっかけの出来事も軽く描かれてるんですけど、これはちょっとまた番外編で読みたいなって思うぐらい気になる内容になってるんで、ちょっといつかまた読めたりしないかなと楽しみにしています。飴川先生、お願いします。で、飴川先生の作品、僕めちゃくちゃ好きなんですけど、なんで好きかの理由の一つに、ストーリーのつながりってのがあるんですよね。で、ここでも描かれてるんですけど、リーシェは商人として宝石の商いがとてもね、得意だったわけなんですけど、なんでかって言ったら、そもそものリーシェは大前提として公爵令嬢なんですよね。公爵令嬢がゆえに、将来リートリヒの妃になるための厳しい教育をずっと受けてきたわけですよね。その教育の一つに、審美眼。その審美眼が宝石の価値、または物事の良し悪しですね、を判断できる令嬢として育ってきて、リーシェ自身も宝石がとてもね、好きな女の子だったわけですよね。そもそも商人になるきっかけだったタリーとの出会いも、その審美眼あってのもの、そしてタリーに気に入られたリーシェが商人としてどんどん開花していくわけで、そんな商人であり、公爵令嬢だったリーシェからすると、ザードが愛す宝石がどんなものかも、リーシェの今までの経験や知識と生まれ持った才が繋いでくれるわけですよね。なんで、こういうところでも、元公爵令嬢として、そして商人として、さらには、リーシェの人となり、人間性、この全てを合わせ持って、ザードの寵愛を受けることになるっていうね、このストーリーのつながり、これがね、めっちゃ好きなんですよね。今言ったのは本当にたった一例であって、飴川先生の作品はそういうのの連続なんで、なんで僕はめちゃくちゃ好きなんですよね。そこからザハドとリーシェは商談を積み重ねてどんどんね、仲が良くなっていくわけなんですけど、このザハドとリーシェのやりとりもね、めっちゃいいんですよね。世界中でザハドのことを呼び捨てで呼べる人物なんてもう片手で数えるぐらいしかいないんじゃないでしょうか。ザハドがどれだけリーシェのことをね、思っていたのかがよくわかります。ただ、ザハドのこの最後のね、言葉がまた寂しいわけなんですけど、商人として世界中を回るリーシェ、世界中のいろんなものを知って、いろんなところにいて、いろんな景色を見て、いろんな美しいものに触れて、それがリーシェの輝きになっているわけで、それがもしハリドラ社、ザハドの目の前にずっと置いておくとなったら、その輝きはどうなるんだろうなっていうのはとてもね、寂しいところではありますよね。ザハドからすると、自由奔放で輝いている商人としてのリーシェが好きなのか、なんだか複雑ですよね、すごく。もちろんリーシェからすると、ザハドへの恋愛感情という点では、全くないわけなんですけども、でもリーシェはもちろんザハドのことを気に入っているし、7回目の人生で再会したザハドのこともね、心から懐かしく思っていると、二人は本当にいい関係だったんだろうなって思います。272話、もしやご機嫌斜めですか？シーンは現在へ戻ります。リーシェとアルノルト、そしてザハドの会談ですね。冒頭早速ね、リーシェはこの唯一の未来を望んでしまったっていう記述があるのが寂しくもあり、リーシェの覚悟だったりとか、アルノルトへの思いがね、垣間見えるシーンです。そして、いやはやどうも、アルノルト殿下は、とってもご機嫌斜めみたいですね。なんででしょうね。僕はここ、ニヤニヤしながら読んでましたね。リーシェが、演習には問題なく勝ったのにって言ってるんですけど、問題大ありですからね。ここはまだ、騎士リーシェとしての振る舞いが残ってるんですかね。あなたが傷つくのは大問題なんですよ。というわけで、アルノルト殿下は、激おこぷんぷん丸なわけなんですけど、リーシェを抱き寄せて、首筋をね、指でそっと撫でるわけなんですね。さっきリーシェがザハドに木剣で切られたところですね。殿下が言う通り、ことと次第によっては、軍事演習じゃなくて、軍事行動に出ちゃいますからね。さっきの演習でリーシェが参戦したのは、案の定、リーシェの提案、リーシェのお願い、リーシェのわがままだったわけなんですけど、殿下もリーシェの言うことは何でも聞くと言いつつも、これも OK するんだっていう。リーシェのことだから、止めたとしても、勝手に参加してる可能性はあるけど、リーシェはその後、それを自白してるわけなんですけど、ここら辺の二人の問答がね、とっても面白くて、この作品の一つの見どころですよね。で、この話の最後、二人が問答をね、続けているわけなんですけど、リーシェがまだ妻ではないと否定しないところ、ここが可愛いですよね。その後の
リーシェの反応ですよね。婚姻の儀を間近に控えたって感じがしますね。いやー、リーシェがとっても可愛らしい。最初に出会った時は指一本触れないでとね、言っていたにもかかわらず、リーシェの心境の変化、二人の関係性の変化が感じられてね、めっちゃいいですね。で、そんな二人をしげしげと見ているザハド。ザハドの前でイチャイチャする二人。いやー、ずっとイチャイチャしてもらっていいですよ。ザハドからしたら、アルノルトの振る舞いはもうびっくりでしょうけどね。やっぱりルプナナの魅力の一つは、二人のイチャイチャですね。いやー、ごちそうさまです。273話、二人は幼馴染です。リーシェも知らない数年前のアルノルトの戦争での様子をザハドが語ってくれました。アルノルト殿下、16歳の頃からもうすでに最強の剣術の使い手だったみたいですね。戦争で躍動するアルノルト。とてもかっこいいでしょうけど、とっても恐ろしい存在ですね。その頃にはアルノルトとザハドはすでに共闘済み、幼馴染がゆえに、リーシェの知らないこともね、たくさん知ってる二人ですね。ここでの二人のやりとりも、やはり王族として、そして人として対極だなぁと、そう描かれているところだと思います。そしてまだわかりませんが、ザハドはアルノルトが何かをしでかす、そんなことを思っていたのかもしれませんね。もしかするとこの先のストーリーで、とても重要なポイントになることをザハドが知っているのかもしれないと。もしくはこれから知ることになるかもしれないと。そんなことをリーシェが思いながら回想シーンに入るんですが、この回想シーンがまたちょっと好きです。やばいです。ザハドが高級を解体するっていう回想シーンなんですけど、まずその前段で、リーシェがザハドの従者に、ハイルラ社を滅ぼす魔性の女めって怒られたって言ってるんですけど、これもうそういうことじゃん。リーシェいや、このセリフちょっと好きすぎますね。リーシェがね、ハリドラ社を滅ぼすかどうかは知りませんが、ザハドと接点がある人物からしたら、これはもうとんでもないことなんでしょうね。一刻を揺るがしかねない。僕はずっと思ってるんですけど、リーシェは警告の美女なんですよね。こんなに国を傾かせかねない美女が他にいるかと。そしてリーシェ自身が本当にそういうことに無関心、鈍感なんですよね。それがね、めっちゃいいんですよね。そりゃ、従者にそんなこと言われたってザハドが知ったらもうザハドもぶっちぎれじゃないですか。いやー、リーシェが内緒にしていてよかったですね。そしてここ、リーシェがザハドのためにお酒をね、たくさん持ち込むんですけど、ザハドは庶民が毎日飲めるような食卓に並ぶ酒をね、好んで飲むんですよね。で、ここおそらくなんですけど、リーシェがそういう安いお酒を仕入れているっていうくだりはいくつかあるんですが、原作の1巻、アニメで言うと3話で、リーシェに唐辛子入りのワインを渡してきた意地悪なご令嬢がいたと思うんですけど、名前がちゃんとあって、コルネリア・テア・トゥーナっていう名前なんですけど、これ原作1巻読まないとわかんないんですけど、このコルネリアのトゥーナ家は温暖な気候の土地にあるみたいなんですよね。で、リーシェはしっかりとコルネリアを通していくつか情報を探りたかったっていう記述があるんですよ。もしかするとここがザハドのお酒、ザハドに気に入られる要因に絡んでくるのかなと思ったりとか、まだね、真偽はわかんないんですけど、ルプナナって僕アニメから入った人なんですけど、アニメだけでもめちゃくちゃ面白いんですけど、アニメを見た後に原作読むと、ここってそうなってたのみたいなのがめちゃくちゃあるんですよね。なんでアニメで一回ハマって原作読んでさらにドハマりして、で鮎川先生のツイッター X を見てさらに沼るっていう、もう三段落ちなんで沼ってってもう這い上がれないよみたいな、マジで原作おすすめです。いや本当にすごい原作だなって常々思ってます。そしてザハドがその高級を解体するっていう話をリーシェが問いかけるわけなんですが、ザハドがね言うわけなんですよ。いつか据えたい石がある。そしてその石は最も美しいと。ザハドは宝石がものすごく好きなんで、例え話に宝石を用いることが多いそうなんですよね。そしてザハドが言うわけなんですよね。その石を愛していると言い切るわけなんですよ。もうそういうことですよね。いやずっとそういうことなんですけどここでザハドの覚悟がわかるんですよ。今まで高級に住まわせていた美しい女性たち、その妃候補たちにもちゃんと莫大な資金や財産を持たせるってね、リーシェは聞いてるそうなんですよ。ここら辺もザハドがとてもね行き届いた政策をしているんだなっていうのと合わせて、ちゃんとここまで考えてる鮎川先生がねめっちゃいいなって、こういう細かいところの配慮もしっかりと描いてるのが僕ルプナナのすごい好きなところの一つなんですよね。でザハドは高級を解体するんですけど、実は他の国にも高級はあって、それが実はガルクハインにもあるんですよってのを匂わせてるわけなんですよね。当然ながら当時のリーシェはそれを知らなかったし、ストーリー的にはそうなんですけど、それよりもザハドが高級を解体した意味をリーシェは知ってくれって思っちゃうリーシェ、ザハドの覚悟知ってくれみたいなその後証人リーシェは戦争に巻き込まれて命を落としてしまう、最初の人生を置いてしまうわけなんで、おそらくリーシェはハリドラ社の高級の石として据えられることはなかったのかなと思ったりとか、リーシェが亡くなったのを知ったザハドがどうだったのかなってのはね、ものす
すごく気になるんですけど、多分僕涙止まらなくなると思うんで知りたいけど知りたくないっていうのがね、ものすごくあります。安倍川先生のツイッターや、番外編でラウルとヨエルの話があるわけなんですけど、それもね、ちょっと良すぎてと悲しすぎてが相まって、もう涙が止まらなかったんで知りたいけど知りたくないっていうのがね、すごくあります。そして7章まで読んでいる僕たちは、ガルクハインの高級がどういうものなのか、皇帝陛下がどういうことをしてきたのかっていうのは、嫌というほど分かってますよね。ここでまたさらなる伏線が張られていくわけなんですけども、アルノルト殿下が父を殺す前に大きなね、目論見を持っていたと。それが一体何なのかと。リーシェとしては未来を知るためにも、戦争を回避するためにも、ザハドとよく話しておく必要があるわけなんですが、今のアルノルト殿下の未来の花嫁として、婚儀を控えた花嫁として、誤解を招く状況はね、ちょっと避けたいと。なかなかストーリー的にも複雑で難しい展開になってきたなと思うわけなんですが、さて、274話、思わぬ疑念があるようです。7章1節の最終回です。アルノルトとリーシェ、ザハドの会談が続いているわけなんですが、その中でザハドからアンスバルト陛下の名前が出てきます。リーシェが無意識でドレスの裾をギュッとね、握り込むわけなんですけど、リーシェが緊張している時に出る癖ですね。いろいろと複雑に絡み合う思惑だったり、皇帝陛下という強大な存在だったり、誰にも悟られないように屈伸するリーシェをアルノルトがここで心配するわけですよね。未来のお嫁さんを心配するアルノルト、いや、いいですね。もっとイチャイチャしてもらってもいいですよ。で、ずっとイチャイチャしてくれと思ってるわけなんですが、ここでザハドから物語的にものすごく大事な話が語られるわけなんですよね。あくまでも想像、妄想の域は出ませんけど、正直僕もね、多少なりとも思っていた節があるんですよね。ここは引用させていただきましょう。アンスバルト陛下はお亡くなりになってるのではないかと。これ、ずっと思っていたことではあるんですけど、いや、さすがにそれはと思っていたわけなんですが、まさかザハドの口からこの言葉が出てくるとはという、さすがにこれ読んでてドキッとしましたね。確かに不自然な点がめちゃくちゃある。とは言いつつも、実際にリーシェは皇帝陛下らしい人と見えたことがあるんですよね。その時の威圧感だったり、圧倒的な覇気、本当にラスボスらしい圧倒的な存在感を見せたわけなんですが、あの時もアルノルト殿下がね、身を挺してリーシェを守ってくれたあのシーンはね、とってもかっこよかったんですけど、読者からするともう何が本当かわからないという。でもさすがに皇帝陛下がすでに亡くなっている説は、いやさすがにとは僕もね思ってるんですけど、そういう意味でもね、ルプナラ物語がまた面白くなってきたなと。さあ、そして第7章第1節最後です。そんなザハドの話を淡々と聞いていたアルノルト殿下、ついに動きます。リーシェの思考や疑念がいろいろ渦巻く中で、アルノルト殿下が告げるわけですね。ザハドに向かって、お前が父帝に会うための時間と場は、このまま俺と妻がもらい受けると。なんという展開でしょうか。おそらくザハドは王として、ガルクハインの王と謁見する予定だったんでしょう。それをすべて、アルノルトと妻のリーシェがもらい受けると。それはすなわち、これからリーシェが初めて皇帝陛下と実際に対面を果たすという、ルプナラの最重要局面ですよ。許しなどいらないと強行するアルノルトと、恐怖心を逆手にとって前に進もうとするリーシェ。覚悟を決めたリーシェがアルノルトに微笑みを返すんですよね。この重要な局面を越えられないと、アルノルトの戦争を止めるのも、リーシェが長生き人生をするにも、この先の未来を掴み取るためにも、逃れられない最重要局面ですね。さあ、皇帝陛下は実在するのか、リーシェと対面した皇帝陛下は一体何を思うのか、将来父帝を手にかけるアルノルトは、皇帝陛下にどう振る舞うのか。いや、楽しみが止まりませんね。ということで、ルプナラ第7章1節終了です。第7章2節に続く。いやー、ちょっとワクワクドキドキ止まりませんね。ルプナラ面白すぎませんか？いや、軽くまとめて話をしたいんですけど、まずやっぱりこの一節、ザハドの登場がね、待ちに待ちすぎました。最高でしたね。これまでのリーシェの人生の中で、リーシェのことを好きだった人物が3人いて、それがラウル、ヨエル、そしてザハド、この3人だったわけなんですけど、3人ともね、三者三様の振る舞いがあってめちゃくちゃいいんですけど、やっぱりザハドのこの振る舞いめちゃくちゃ好きでした。想像通りの、いや想像以上の素晴らしい物語だなぁと、ちょっと好きすぎますね。王族と商人というこの立場の違いもそうだし、リーシェのことを内面も外見もめちゃくちゃに好きなんだろうなと思わせる描き方だったり、で、ルプナラって基本的にはほぼリーシェ視点なんで、リーシェがどれだけ可愛らしいか美しいかっていう記述がほぼないんですよね。だってリーシェ視点だもん。でもその中で数少ないこのザハド視点のリーシェの初対面の印象が女神のような美しい顔立ちをしていたとか、剣を振るう女の様子は高級で見る前よりも美しかったと、こういう記
記述があるのがもう、いや、リーシェのことをそう思ってるんだなーってのが分かって、めちゃくちゃに好きです。そして、リーシェ VS ザハドのシーンもね、めちゃくちゃかっこいいですよね。ここら辺の躍動感だったり、動きの描き方だったりは、もう、雨川先生の文章力、そして圧倒的な知識ですよね。そして、ストーリーの根幹に関わるザハドの登場だったり、皇帝陛下の存在やいかにだったり、で、そんな重要なストーリーの中でも繰り広げられる、リーシェとアルノルトのイチャイチャ。もうイチャイチャなくしてルプナナなしなんで。そして婚姻の儀に備える超絶美しかっこいいアルノルト殿下。さあそして7章2節に向けて皇帝陛下との謁見に向かうリーシェ。ストーリー的にも重要な立ち位置かつ、ついに登場したザードの存在、そしてザードの人間性、人ですよね。最高のプロローグ、最高のオープニングでした。これからザードとリーシェの関係がどうなるのか、そして皇帝陛下がどうなるのか、ループ7回目の薬薬令嬢は元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫する7章2節を楽しみに待ちたいと思います。よかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。で、冒頭で申し上げた通り、僕はね、ルプ7ほんと初心者、にわかなんで、もしよかったら皆さんのね、感想もコメントでいただければと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。スージーでした。じゃあねー。